こんにちは、ぴょんです。ハワイ・オアフ島のダニエル K 井上ホノルル国際空港に来ています。今回は特別企画で2階建ての520席もある巨大飛行機エアバス380の上位2クラスの高級座席であるビジネスクラスとファーストクラスをラウンジから機内サービスまで全てご紹介してまいります。まずはじめにホノルル発成田行きのビジネスクラスを、後半で成田発ホノルル行きのファーストクラスを皆様へご覧に入れます。料金は最後に発表いたしますので、ビジネスクラス、ファーストクラスそれぞれ大人1名の片道運賃を予想しながらご覧くださいませ。ハワイでは2つの有名5つ星ホテルに宿泊しましたので、今後公開するホテル紹介の別の動画もお楽しみに。ホノルル空港は保安検査場から搭乗口までかなり距離が長いです。ANA の搭乗口のすぐ上の階に航空会社のラウンジがあります。サラダやサンドイッチなどの軽食、ハワイらしくフルーツとアサイーボール、朝ごはんを食べておりませんので少しお腹が空いてきました。機内食も楽しみですので少しだけ。ハワイアンチキンカレーとトマトビスクを相掛けにします。このラウンジの名物はバーカウンターのようです。でもまだ朝ですので私はコーヒーにします。実は今回成田ホノルル往復ともにファーストクラスで予約を完了し発券までできていたのですが、航空会社側の都合でホノルル発の便がビジネスクラスになってしまいました。でもファーストクラスとビジネスクラス両方皆様へご紹介できるとプラスに捉えたいと思います。ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスはラウンジから直接搭乗できます。私はホノルル国際空港からユナイテッド航空とデルタ航空もビジネスクラスを利用したことがあるのですが、ラウンジから直接機内へ搭乗できるのはおそらく初めてです。搭乗時の天井照明はレインボーカラーになっています。1階はすべてエコノミークラス、2階はファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス。ファーストクラスとビジネスクラスのシート配列は121。シート配列は同じものの、よく見ると縦も横もファーストクラスの方が圧倒的にゆとりがあります。ビジネスクラスの紫の部分はテーブルで、後ろの座席の利用者の足が下に入る互い違いの構造になっているため、実質与えられているシート面積はこの赤色のイメージです。このように前の座席の方と左右が逆になっているため、121すべてが通路側ということができます。足元には十分なゆとりがありました。それでは設備、備品、アメニティをお見せいたします。まず座席に到着した際、このように袋に包まれたものがたくさん置いてあります。どうやらこちらはマットのようです。後で使ってみます。早速スリッパに履き替えてリラックス。イギリスの老舗高級カバンメーカーグローブトロッターのポーチにアメニティが入っています。
歯ブラシ、耳栓、アイマスクの必須アイテムはもちろん、白のリップクリームとお化粧水がとても嬉しかったです。ウェルカムドリンクは朝なのでおとなしくオレンジジュースをいただきました。テーブルは引き出すと目の前にも広がります。滑らかな映像をお届けできますように早めに登場し、急ピッチで撮影を進めてまいりましたが、ついに離陸です。設備をご案内いたします。リモコンはタッチパネル式になっていて、指でなぞりながらカーソルを移動させることができます。ホノルル発成田着のフライトは飛行時間が9時間25分と言われていますが、滑走路を走り出したところですでに残りの飛行時間は7時間13分と表示が出ています。ハワイ便は偏西風の影響で日本発の往路の方が飛行時間が 2,3 時間短く、冬場はさらに短縮されます。ビジネスクラス以上に乗ると座席もフルフラットで快適ですし、機内サービスも充実していますので、飛行機に乗っている時間がよりあっという間に感じます。離陸してから1時間ほどでお食事の準備が始まりました。お食事もお飲み物も発着地によって内容が異なるのですが、ホノルル発成田着のビジネスクラスはこのような内容でした。ANA オリジナルメニューのカオルカボスと茅乃舎野菜スープはここでしか飲めないかと思いますので、すかさず注文します。日本の味にほっとしました。お食事のメニューはコース仕立て。アミューズは共通で和食か洋食から選べます。お食事は1食ですが単品メニューも充実していますので、飛行中にお腹が空いてきたらそれらを注文しましょう。アミューズのドライフルーツとカプレーゼです。カプレーゼは下にバジルソースが敷いてあります。洋食を選んだ方はこちらのお料理です。メインディッシュは牛すね肉の煮込み。ハワイでは最上級と言われるマヒマヒという白身魚のマリネ。添えてあるのはパイナップルセサミドレッシングです。全粒粉ロールとバゲット。上の段にパン用のバターと下の段に塩コショウが器に用意されています。デザートはメロンとパイナップルでした。ここからは和食のご紹介です。前菜は板谷貝ゆずあえ、つぶ貝照り焼き、つのじエビ、ささ巻き風。小鉢に豚ロース冷しゃぶ、パイナップルセサミドレッシング添え。主菜に金目鯛西京焼き。フルーツは和食も洋食と同じでメロンとパイナップルです。お膳が下がった後にハーゲンダッツアイスとホノルルクッキーが配られました。ご飯が終わったらお次はお昼寝タイムです。このフルフラットシートのためだけに上級クラスを求めていると言っても過言ではありません。ベッドパッドはグッドデザイン賞をはじめとした名だたるデザイン賞を受賞している東京西川のエアーサイクロン。上からかけるものは丸八の羽毛布団です。少しお昼寝をした後に単品メニューを注文しました。かき揚げうどんとカレー風味の温かいチキンフォカッチャ。お肉の質も良くて美味しかったです。
一緒にいちごソースのかかったヨーグルトもついてきます。またまた茅野屋野菜スープも注文。きのこのクリームスープパスタってどんなのだろうと思っていたら、インスタントのカップパスタでした。受験生の頃頻繁に食べていたので懐かしいお味がしました。今度は日本の成田国際空港から出発の様子、ファーストクラスについてご紹介いたします。手荷物を預け入れする時点からファーストクラスの乗客には特別なカウンターが用意されています。まるで独立した建物が建っているかのようです。空間の広さに対して利用客が圧倒的に少なく、高級感のある内装で他のクラスとは一線を画しています。無事にスーツケースのお預けが完了しました。次のエリアは保安検査場です。保安検査場もファーストクラスのみの貸し切りで、その後はまたクラス関係なく全員同じ場所で出国審査をし、その先が搭乗エリアという流れでした。楽しみにしていた航空会社のラウンジです。ファーストクラスとダイヤモンド会員のための最上級ラウンジがこちらです。お席はゆったりくつろげるソファー席やお仕事ができるデスクなど様々なタイプが用意されています。入り口で搭乗券とパスポートを見せた後、自動ドアを通り抜けると、中で待機していたスタッフの方から名前で呼ばれ、お好きなお席をお選びくださいとご案内されました。ファーストドリンクを尋ねられ、シャンパンをお願いすると、しっかりと座席まで持ってきてくださいました。ちょうど同じ時に、とある有名な芸能人の方がラウンジにいらっしゃっていましたよ。本日乗るフライングホヌも見えます。ビジネスクラスも素晴らしいですが、やはりファーストクラスは圧倒的です。それではファーストクラスラウンジで用意されているお食事をご紹介いたします。まず人気があるのがヌードルバー。たくさんあるメニューの中から今回は生パスタカルボナーラと豚骨ラーメン、お味噌汁付きのお寿司のセットをいただきました。他にもカレー、ハンバーガー、うどん、そば、牛丼、グラタン、海鮮丼などなどたくさんのお料理があり、ずっと列ができていました。ブッフェボードを見てみましょう。サラダ、サンドイッチ、チーズなどの軽食とちょっとしたデザートが並んでいます。お隣に行くと自家製パンのコーナーがあります。パンの横におにぎりとお稲荷さんも置かれていました。他にもハーゲンダッツアイスクリームやあられなどのおせんべい類、マドレーヌなどの焼き菓子をいただくことができます。ドリンクコーナーも十分な品揃えです。自分で自由に注げる生ビールサーバーはあると嬉しいです。と言いながら2杯目は白ワインをいただきました。それではラウンジ内にある施設をご案内いたします。最初に通った受付以外にコンシェルジュデスクがあります。私が今回一番ありがたいと思ったことはシャワールームです。ほとんどすべてのハワイ行きの便は成田を夜に出発し、ハワイに朝着きます。
今回日本は真冬ということもありますし、今日は出発するまでお家で荷造りをしていただけでしたので、綺麗な感じがしていたのですが、せっかくシャワールームがあるので利用したところ、これが大正解でした。鍵のかかる個室に奥からシャワールーム、トイレ、洗面所、脱衣所となっています。真珠で有名なミキモトのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、個包装になっているスリッパ、バスタオル、フェイスタオル、コットンセット、ヘアブラシ、カミソリ、シェービングフォーム、シャワーキャップ、櫛、歯ブラシ、そしてザ・銀座のスキンケアアメニティが用意されています。右からクレンジング、デイクリーム、ナイトクリーム。なお、こちらのデイクリームとナイトクリームは 45ml のセットで約20万円とびっくりするほどの高級品です。ドライヤーは私の一番好きなダイソンで ANA らしいお色味。他にもまだまだたくさんのエリアがあります。マッサージチェアのある半個室のリラクゼーションルームやワーキングスペース、コピー機もありますので、コピーはもちろんファックス、スキャンも困りません。まるでプライベートな書斎のような半個室。ヘッドホンや大型モニターもあり、申し分のない設備です。お化粧室もしっかりとしていましたのでお見せいたします。特筆すべきはパウダースペース。石器製のアメニティが用意されていました。他には喫煙所やフィッティングルームがあり、とても広いラウンジでした。飛行機へ搭乗する順番はクラスが高い方からとなります。ファーストクラスはグループ1。一番最初に案内されます。搭乗開始は45分前です。今回は私にとって3年ぶりの海外旅行でした。十分広々なあのビジネスクラスと比べても圧倒的な横幅、奥行き。それぞれ独立したお部屋のようなしっかりしている作りに感激しました。座っている体勢からは足が全く向こう側に届かないほど広いです。着席するとすぐ入れ替わり立ち替わり、ファーストクラスの CA さんがご挨拶に来てくださいます。ウェルカムドリンクでシャンパーニュをいただきました。まるでブッフェのような感じで、自分の座席で好きなアメニティを選ばせていただけます。アメニティといえば、それぞれの座席にポーチも置かれています。イギリス王室をはじめ世界中で愛されているラグジュアリースーツケースブランドグローブトロッターのポーチです。おしゃれなこのデザインをどこかで一度はご覧になられたことがある方も多いのではないでしょうか。中身は先ほどラウンジのシャワールームでいただいたものと同じザ・銀座の超高級美容液セット。歯ブラシ、耳栓、アイマスク。業界最高クラスのノイズキャンセリングヘッドホンはソニーのもの。リラックスウェアも用意されています。このように一つ一つ袋に包まれていました。ANA オリジナルカーディガン。オーガニックコットンと表はカシミヤでできたテネリータのブランケット。登場してすぐにお着替えはされますかと質問され、はいと答えると早速お化粧室へご案内されました。
今まで乗った飛行機のお化粧室の中でこちらが一番綺麗です。ピカピカですし、良い香りがします。歯ブラシ、フェイスボディシート、マウスウォッシュ、ガーゼのようなタオルなどが備えられています。ベンチやフィッティングボードなどお着替えをしやすいように設計された空間。 CA さんが先に私のサイズのパジャマをセットしておいてくださいました。細身のシルエットでいい感じです。ちなみに赤ちゃんのおむつ替え台やトイレには温水洗浄機能がついていました。2階建ての機材には最前部と最後部に階段があり、ファーストクラスの乗客は簡単に見ることができます。リラックスウェアに着替えたので、お靴もスリッパへ履き替えます。ぴょんです。皆様いつも応援ありがとうございます。本年もたくさん一緒に旅をしてまいりましょう。乾杯。先ほどお着替えをしてお化粧室を出ると CA さんがお洋服をお預かりしますとおっしゃって、綺麗にハンガーにかけてからクローゼットに収納しに来てくださいました。収納スペースの数が多いこともファーストクラスの特徴です。様々なところが荷物入れになっていますが、忘れ物防止のために1箇所しか使わないことが得策かもしれません。シート配列121の真ん中の2の部分は座席の間の仕切りが可動式になっていますので、ご家族やご友人とお話ししながらより同じ時間を過ごしたい方におすすめです。今回はハワイ路線でお外を見たかったので窓側にしましたが、中央席も楽しそうです。ボーディングブリッジが外れ、そろそろ出発という空気感になってきました。念のため緊急時応対のパンフレットも読んでおきましょう。ついに離陸しました。夜の離着陸は夜景が綺麗で大好きです。リモートコントローラーを確認していきましょう。足元の間接照明、広い座席ゆえ読書灯は左右にあるので、左だけ右だけ両方と調節が効きます。お食事用のライトは前から。ボタンを何度も押すことにより調光できることも分かりました。真上にもライトがあります。さて、離陸してすぐにお食事の準備が始まりました。シートの真ん中にテーブルが出るので、一つのシート内に2人で対面してお食事することができます。お正月でしたので、まずはじめに日本酒のサービスがありました。小売価格で35,000円ほどする高級シャンパーニュ、クリュックグランキュベノンヴィンテージで乾杯。アミューズもお正月の特別バージョンです。おせちのようなお料理の盛り合わせ。和食洋食選ぶジャンルに関係なくアミューズは共通です。見えないところにもたくさんお料理が隠れていました。和食と洋食両方ともご紹介いたします。まずは洋食から。飛行機では大抵ナフキンの中にカトラリーが包まれています。前菜のスモークホタテと雑穀、キャビアのガトー仕立てとカリフラワーソースです。温かいパンをバゲット、ケシの実カイザー、ブティロール、長時間発酵カンパーニュから選べます。
ンディッシュは和牛フィレ肉のグリル、エストラゴン風味のジュドブフ。今までにいただいたことのある機内食の中で圧倒的に一番美味しかったです。火加減も好みの感じ。コンディメントはマスタードとホースラディッシュ。洋食はデザートを3種類から選べました。私は抹茶パンケーキを選択。抹茶パンケーキの上に黒豆と塩味の効いたバタークリームが乗っています。シロップはメープル、アイスクリームはチョコレートです。プティフール。デカフェのカフェオレを用意していただけたことが嬉しかったです。お次は和食のご紹介です。お先漬けは松笠アワビ、竹地シャトー、バイカノシウメ酒粕の松竹梅盛り。そして前菜は7種類のお料理が載っています。お椀の合鴨の雑煮椀。お作りのフグのたたきサラダ仕立て。ちなみにお椀とお作りは有無を選べました。メインディッシュと蒸し物、小鉢、ご飯物がお膳でやってきました。主菜は甘鯛ゆず味噌がけと牛肉アスパラ焼き。月見いくらと小肌の五色なます。穴子とカニのハス蒸し。たまらず熱燗を注文。さすがに飛行機でおかんは難しいかなと思ったのですが、快くご対応していただけました。デザートはあんみつでした。お食事を終えたらお休みのお時間です。CA さんがベッドを作ってくださいました。扉を引き出して個室にして眠ることができます。寝るときにプライベートなスペースを持てることはこんなにも安心するのだと実感しました。他の誰からの目線もない自分だけの空間となり、心からリラックスできます。縦は足が届かないほど長く、横幅は軽く寝返りを打てるほど広いです。ウィンタータイムでホノルルは日本より5時間進んでいるので、少し体力を充電しておきましょう。目が覚めてうとうとしていると、今お化粧室が空いていますので、お着替えよろしければどうぞと絶妙なタイミングで CA さんからお声掛けいただきました。私のお洋服は全部運んでくださって、お化粧室から戻ってくるとお布団が片付いて座席がきれいになっていました。しかもちょうどお水をお願いしようかなと思っていたところだったのです。この飛行機ともそろそろお別れ。終始笑顔で神対応してくださった CA さん、ありがとうございました。リラックスウェアは袋に入れてお持ち帰りさせていただけます。なんて幸先の良い新年の始まりなのでしょう。虹が出ています。皆様にたくさんの幸せが降り注ぎますように。それでは料金の発表に参ります。エアバス380の成田ホノルル路線、ビジネスクラスとファーストクラスそれぞれの片道運賃をお正月期間のハイシーズン料金で大人1名おいくらでしょうか。正解はビジネスクラスが90万6790円、フ
ファーストクラスが129万7320円でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。